はい、どうも、ときまるです。今日ね、1週間でミニマリストになる方法について話していきたいと思います。で、今日ちょっと喋りだけなので、なんかラジオ感覚で、何かしながらでも聞いていただければと思います。で、結論言うとね、1週間でミニマリストにはなれません。はい、話の腰を折るようで申し訳ないんですけども、1週間でなるのはかなり難しいと思います。で、危険だと思います。リバウンドが来やすい。だから、ダイエットと一緒で、やっぱり急に減らすとね、さらに物増えるみたいなことになってしまうので、徐々にやっぱり減らしていくのが基本的には大事かなとは思います。ただ、僕2013年、14年ぐらいに、一番最初にですね、きっかけとなった、ジョシュアとライアンのミニマリズムっていう本の中で、紹介されている、パッキングパーティーという方法を今日はご紹介します。それどういうことかというと、映画にもなってますよね。確か、ミニマリストだったかな、その名の通りのタイトルで、確かゼロから倉庫に全部荷物を詰めて、必要なものだけ取り出して生活していくっていう風な映画がありましたよね。それが映画バージョンなんですけど、その本のバージョンっていうか、作者は確か違ったと思うんですけど、本のバージョンは今部屋の中にあるものを全て引っ越しをするつもりでパッキングするっていうことからまず始めます。はい、まずそれが第一で、本当に段ボールにですね、引っ越しをするつもりで自分の持ち物を全て、パッキングします。で、さらに家具とかそういう家の中にあるものですよね。そういうものをもうブルーシートとかで覆ってしまって使えなくするっていうところから始めます。それを1日目にやります。で、それからですね、それで1週間暮らしてみる。で、1週間暮らす中で必要なものだけを取り出して1個ずつ使っていくっていう風なやり方を取ります。で、例えば朝起きて、まず歯磨きをするので歯ブラシを取り出すと、で洗顔を取り出すみたいな感じで一個一個必要なものだけを取り出して使っていく。で、お昼になるとちょっとご飯作りたいのでフライパンを取り出す。で、フライパンでご飯調理して、それを食べるために食器とかあと箸とかを取り出すとかね。そんな感じで1週間、物を使って生活をしていく。で、1週間終わってみて、実際に入って、パッキングされたままのものを、もうそのまま処分してしまう。手放してしまうっていう方法です。で、手放すといっても実際に売却したりとか、欲しい人にあげたりとか、単純に捨ててもいいんですけど、必要なところに、持っていく、寄付するっていう風な感じですね。そうなると、それで生活してみると意外とですね、1週間で使うものっていうのは、少ないはずです。かなり、実際に必要なものってそんなにないってことが気づくんですよね。で、それ、僕も一回やったことがあって、過去にもう、一番最初に始めた頃にですね、近いようなことをやってて、で、それで、一気に物を減らせたなっていうのはありますね。なので、これは割とおすすめの方法ではあります。はい。それがまず一つ。で、もう一つは、僕パッキング動画紹介してたと思うんですけど、まず、あれですね、持ち物っていうか、一つのスーツケースとか、バックパックに物を詰めてみる。で、そのものだけで、ちょっと自分が移動できるのかを試してみるっていうのは結構有効な方法かなと思ってます、最近で。で、ここに、実際使ってるのがあれですね、スーツケースと、バックパック一つなんですけど、引っ越しの動画とか多分上げてて、で、その前に一回プレパッキングみたいな感じで、一度ですね、前の家でパッキングしてる動画があるので、ちょっとそちらを、
ご覧いただければと思います。はい。で、やっぱ詰めてみると、かなりね、いろいろ分かりますね。分かってきますね。例えば自分の中では、スリーピングマットとヨガマット2つ持ってたんですけど、やっぱりその2本を持ち運ぶっていうことは、これではできないなってことに気づいて、で、結局スリーピングマットを手放したりしている経緯があったりとか、あとは、やっぱりこう、同じ容積のものでも、こうサイズですね。サイズと重さに敏感になるっていうか、これはウルトラライトとか、登山やってる人には特に理解できることだと思うんですけど、やっぱり一つ一つのものの重量とサイズですね。それに敏感になる感じです。はい。やっぱりそれが一つ一つが小さくないと、全体的な重量と傘っていうのは減らせないんですよ。だから、なるべく、同じ機能を持っているもので、同じ用途の道具のもので、なるべくちっちゃくて軽いサイズのものを選択するのがいいなってことになってきます。それ買うときにもそれを考えて買うようになってきますね。だからそういう意味で、バッグに自分が持ってるバッグに詰めてみるっていうのは結構有効な方法かなと思ってます。よくね、なんかファッションっぽい感じのミニマリズムでね、バッグ一つだけで生きるみたいなね、バッグ一つだけで暮らすフランス人みたいな感じのね、企画あったりとかすると思うんですけど、実際ね、そんなにそれにこだわらなくてもいいとは思うんですけど、実際やってみると、結構面白かったりするっていうか、なんかこう、旅っていうものが、実はその旅立つ、現地よりも、その旅立つ前の方がこうワクワクしたり楽しかったりしますよね。なんかそれに近いような感覚で、こうなんかパッキングしてみると、なんかこれで、もしかしたら暮らせるかもしれないなとか、なんかこれでこう身軽になれるんじゃないかなとかね、そういうこうなんか、ちょっとワクワクした感じが、出てくるので、それで、実際断捨離というか、自分のいらないものの選別が進むっていうことは結構あると思うので、それはなんか物を減らしたい人には役立つかなと思います。はい。ということで、ちょっと大げさなタイトルになっちゃいましたけど、1週間でミニマリストになる方法をご紹介しました。はい。そんな感じです。今日はそんな感じです。はい。またコメントとか質問あればよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。